はい、こんにちは。車好きサラリーマンのタコーンです。今回のご紹介は C セグメントの有力な車種としてアウディの主力となる A4、 そしてもう一つは BMW の3シリーズですね。こちらの2台とも試乗して、そして購入した私の実体験からA4 と3シリーズを比較したご紹介をお届けしたいと思います。それでは行きましょう。はい、皆様こんにちは。市場マニアリーマンのタコーンです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは車の見学、試乗、小話をご紹介しております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。そして今回はですね、私自身も気になる話題ということで BMW の3シリーズとアウディの A4、 C セグメントにおける代表車種の筆頭でもありますよね。これについて実際に購入して乗ってきた経験から特徴を比較していきたいと思います。それでは早速いきたいと思いますが、一つですね、ここでポイントがありまして、なんでメルセデス・ベンツは入ってないのっていうことですね。こちらについては私なりの考えがありまして、メルセデス・ベンツはラグジュアリーカーとしてもう確固たる地位を築いていて、車種、メーカーとしての、ライバルとしては BMW 上がってくるんですけれども、作っている車の特徴としてはですね、決して方向性はメルセデス・ベンツと BMW は一致はしてないと思ってるんですね。で、そうした時に国産、私もスバルから乗り始めてスバル大好きですけれども、スバル車、そしていろんな国産からさらに延長線上としてドイツ車を考えた時に上がってくる車種として、メーカーがアウディであったり BMW であったりすると思うんですよね。そうした時に乗り味ですとかスポーティー志向といったのを考えていくと、やはりメルセデス・ベンツではなくてアウディと BMW が比較対象になることがあるんじゃないかと。実際私も比較しながら乗り比べてアウディ A4 を買って、その後さらに BMW3 シリーズ、今の車ですけど M340i を買ったということになりますので、そうした意味で言うとアウディ A4 と BMW3 シリーズって特徴どう違うの、どういったところが似てるところがあって、いやいやここは違うよっていうのがどうあるのか、そこら辺について実体験から少しお話ししてみたいと思ってご紹介させていただきます。それではちょっと前置きが長くなりましたけれども、早速特徴の一つ目いきましょうか。はい、特徴の一つ目、走りのベクトルが万能寄りか走りに曲振りか、この2つですね。まず走りが万能寄りかっていうのは皆さんお分かりの通りアウディ A4 のことですね。アウディ A4 はグレードによりますけれども、基本はクワトロだとした時に 45TFSY、250馬力前後を有した4輪駆動になっているわけですけれども、このグレードにおいて、アウディ A4 を語るべきだなと思っていて、そうした時にこのアウディ A4 は走りができるし、ただ走りだけじゃなくて走破性もあるし、そしてアウディでありクワトロの特徴である、直進安定性が抜群に優れていると、そういった点も持ち合わせていながらですよ、アウディのさらに他の動画でもご紹介しましたが、セダンと、ステーションワゴンのアバントありますよね。アバントという特徴も売上比率でいうと
だいたい 50%、50% に迫るほどアバントステーションワゴンが売れているということですけれども、アバントの存在もあってアウディ A4 を乗る方というのは、万能性を求めていたりすることがあると思います。私自身もアウディ A4 を購入した時にもう何にでも使える高い次元で走行性が完成されているなというふうに思ったんですよね。そうした意味で言うと走りのベクトルとしてはアウディ A4 は高い万能性を持った車種だと言えると思うんですよね。そして片やですよ、 BMW3 シリーズ、走りに曲振りかという表現をしましたけれども、どちらもアウディ A4 も3シリーズも高い次元で走りを完成させているというのは当然あるんですけれども、さらにその、領域において BMW3 シリーズはさらに走りを進化させている存在だなと思います。実際に、試乗する、買うときに現行の3シリーズ G20 型については 320i、320D、M340i、M3 試乗して、いろいろ決めたんですけれども、どの車種に、どのグレードに乗ったとしても当然走りは安定していてコーナリングも素晴らしいということがありますけれども、それが、例えば家族で移動したり、例えばですね、大事な方を乗せたりとか、そういったところで向いてるかという視点で言うと決してそこではなくてですね、自分が運転したい、これですね、自分が運転して楽しいか、自分がカーブを駆け抜けて気持ちいいか、そういった視点で見たときに万能性ではなくて走りに曲振りしているセッティングにベクトルが向いているかなと思います。当然その曲振りした終着点が M3 コンペティションだと思いますけれども、その BMW の、ベクトルというのは、3シリーズの中で、320i であっても 330i であっても M340i であってもそれは当然感じられて、そこがアウディ A4 との違いじゃないかなというふうに、実際買って乗ってみて感じたところですね。はい、そして特徴の2つ目ですね。2つ目は直進かコーナリングかですね。これは特徴の1つ目にも、派生するんですけれども、乗っている時により特徴を感じる場面は何かということですね。アウディ A4 と BMW3 シリーズにおいてですね、アウディ A4 は直進で特に高速で突っ走ってる時の安定感、気持ちよさ、矢のように前に進む感覚、それが素晴らしいですね。これはアウディのクワトロのレイアウト、縦置きの直列4気筒エンジンに、クワトロシステムを組み合わせた、いわゆる BMW 好きの方からすると前後配分50対50じゃないよねっていう表現があるかもしれませんけれども、少しフロントヘビーだからこそ成し得る直進安定性の良さ、安定感、そしてフルタイム4駆から、クワトロが生み出す走破性と安定感っていうのがアウディの A4 の持ち味じゃないかなと思います。なので本当に高速で運転していてすごい楽ですし、そして気持ちいい、そして頼もしさがある、そういうのがアウディ A4 だなというふうに、今も感じますし、それはこれからも変わっていかないのかなというふうに感じました。そしてもう一つのコーナリングですね。これはもう明らかに BMW だと言えると思いますね。そして他の方もそれはそうだよというふうに言うと思いますけれども、BMW は、FR レイアウトの、直列4気筒もしくは直列6気筒を配分として、装備されていて、そして重量配分として
前後比が50対50を理想としたレイアウト構成をしているということで、車の真ん中を中心に重量配分されていることによってコーナーリングの安定性であったり回答性であったり、そういったものがもう素性として車の生い立ちとして優れているんですよね。それが私も実際試乗して、オーナーになって乗ってみて、改めて感じているところだなと。で、じゃあ3シリーズ、BMW は直進安定性優れていないかっていうと、決してそんなことはないんです。それについては皆さんお分かりの通り、高い完成度の領域でアウディ A4 についても、3シリーズについても話をしているわけで、先ほど言った A4 が直進安定性優れているよっていうことについて、じゃあ A4 はコーナーリング良くないのかっていうと、そんなことないですよね。かなりコーナーリングもいいです。ただその中に車の、スペックというか、構成としてどの道を得意としているのか、どの道で特徴をさらに出せるのかといった視点で見ると、やはりアウディ A4 は直進安定性に抜群の良さがあって、3シリーズ、BMW は特にコーナーリングで気持ちよさ、コーナーリングの入りとコーナーリングから出ていく時に踏み込んだ時の気持ちよさ、それが存在するんだなというのを乗り比べると感じられると思います。そしてですね、ポイントの3つ目いきましょうか。一緒に乗った人の感想。ここはどうでしょうか。皆さん気になりますかね。私も基本的に一人で運転することが多くてですね、家族の車が別にあるので、自分の車ということで、車を運転するんですけれども、旅行ですとか、タイミングによっては一緒に自分の車に乗って家族が移動するわけですよね。その家族がどういう、反応をするかといったところで言うとですね、正直ですね、アウディの方が、反応がいいということですね。これはBMW 乗りの方、オーナーさん苦笑いしている部分もあるかもしれませんし、いやうちはそうじゃないよっていう部分もあるかもしれません。ただタコーンファミリーではですね、アウディ A4 に乗った時はすごい安定してるし安心できる、そして乗り心地がいいし、クッションの相性なんですかね、お尻が痛くならないという表現をされることがありますね。かたやですね、今の3シリーズに乗っていて、一応M アダプティブサスペンションがついているんですけれども、結構お尻が痛いと言われることがありまして、なんだかんだでちょっと不評を買っていると、ちょっと私の家族の場合ですけれども、で3シリーズについてはやはりサスがしっかりしている、サスペンションがしっかりしていると思います。それに加えて、シートも、やはりスポーツ志向なので固めだということがあって、自分が運転するのではなくて、他の方が乗った時にその一緒に同乗者がどう感じるかという点で言うと、好印象というかいい反応するのはアウディ A4 なのかなというふうに思いますね。なのでこれは皆様がどういう場面で車を使うかということに尽きると思いますけれども、そういった意味で考えると、考えた時にどっちがいいのかなっていうのを参考になるかもしれません。はい、そして続いてのポイントはですね、ここらで皆様気になるネタを1個入れておきましょうか。アウディ A4 と3シリーズのリセール、これについて話したいと思います。おそらく気になりますかね。私は気になってました。どちらの車種も購入するときにリセールはどうなんだろうと
いろいろ聞くけれども営業マンはちゃんと答えてくれないし、ダイレクトの情報もネットに載ってないしということで気になるネタでしたけれども、実際に2台購入して2台とも売るないし、もしくは査定に出してっていうのをやってますけれども、その結果から言うとここはですね、正直に言ってどちらも厳しいです。厳しいというのはいろいろ理由があって、まず一つに輸入車であることっていうことで、メンテナンスや年数が経ってくると、価値が非常に下がりやすい、故障の確率が上がるので、中古車としての、価値が、変動しやすいというところがありますけれども、その中でアウディ A4 にしても BMW3 シリーズにしてもポイントが出てくるのが、どちらのメーカーでもこの2つは主力の車種であって、中古車の玉数、要するにですね、車がたくさん売れる車種なんですね。アウディ A4 については、今のアウディジャパン日本に対してはA3 や Q3 といったちょっと小さいモデルが、売れている台数が多いという現状はありますけれども、アウディといえば、屋台骨の車種は A4 であって、 BMW としては、日本はもちろん全世界的にベンチマークとされるスポーツセダンの3シリーズが売れているということになりまして、おのずと数が出ている車種というのは市場に多くの中古車が流れるといった背景から、下取りや売る時の値段はかなり厳しくなるというのが言えると思います。そして続いて5個目の特徴ですけれども、ここで内装について少し話してみたいと思います。車はですね、走りが第一なんで内装はっていうのは当然あると思うんですけれども、私もいろんな車を試乗して乗っているうちに、これまで70車種以上乗っていますけれども、試乗した時にいろいろ内装の違いが見えてくるわけですよね。その観点でアウディ A4 と、BMW3 シリーズを比較した時に内装はどうかというと、これはですね、互角、個人的には少し BMW の方が上回っているかなというふうに思います。これは少し詳しくお話ししていきますと、もともとアウディはですね、内装の質化が素晴らしくて、各部品の組み上げの調整、塵り合わせですね、それが素晴らしいと。そしてボタンを押した感触についても素晴らしいと。レバーの操作感もいいと。そういったところがあって、内装についてはアウディに光るものがありましたけれども、かたや BMW については BMW は走りが最優先だから内装は気にするなと言ったのがこれまでずっと言われてきたと思います。ただですね、近年 BMW についてはそれが変わってきているというのが言えると思います。特に今回比較している BMW3 シリーズの G20 型については内装の質感が飛躍的にアップしていまして、その状態で、アウディ A4 の現行型の BQ シリーズと比べるとですね、同等以上になっていると言えると思います。ただアウディ A4 の BQ シリーズについては、登場が2015年になりますので、もうフルモデルチェンジを控えていると言ってもいいと思います。なのでモデルチェンジの周期の差で、今は BMW3 シリーズの方が優れているように見えますけれども、アウディの内装については、これからも非常に、期待を込めてという意味でかなりレベルアップしてくるんじゃないかなと思っています。はい、ということで今回アウディ A4 と BMW3 シリーズについてお話ししてきましたけれども、じゃあ多幸運よ、結局どっちがいいんだという話ですけれども、ちょっとね答えづらいんですけれども、正直に言うとですね、今の私であれば自分用に BMW3 シリーズのセダンを持って家族用にアウディ A4 のアバントを持つ
これが一番の答えじゃないかなと思いますね。おいおいって言われちゃったかもしれないですけれども、これが多幸運的な答えだと思います。自分用に3シリーズを持って自分も運転したくなる車という意味で家族使いも含めてアウディ A4 のアバントを持つ、これができたらもう贅沢ですね。いやむしろこれやりたいな、ちょっと目指したいですけどね。要するに一番最初に言った特徴にやっぱりたどり着くと思うんですよね。万能性を持ってる A4 なのか、走りに特化した3シリーズなのかといったところで、自分用に3シリーズを持てて、家族用で A4 を持って、で自分も運転して楽しいということが実現できる方は、幸せなんだろうなと。今回もご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。ちょっと自分の中で語りきれていない部分もあるなと思いながら、特徴を5つご紹介、大きく特徴を5つご紹介しましたけれども、皆さんの車選びの参考になれば幸いだなと思います。それでは今回もありがとうございました。皆様良いカーライフを。